はい。では、ヘリオスの初めての配信、第2回、チャプター2、8番街の出会い、始めたいと思います。チャプター1、前回ですね、一番魔航路、発電施設を、爆破したクラウドとアバランチ一行ですが、その爆破から、脱出ですね。脱出して、この8番街に、あの抜けて、また自分たちの、7番街スラムなんですけど、に戻っていくですね。はい。爆発が派手すぎねえか。爆弾はレシピ通りに作ったはず。でも気化した魔法が反応してるのかも。これは町まで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命。爆弾を作ったのはジェシーなんですよね。そうじゃないとで、困る。前回、最後、外に出よう。クラウドたちが、ここ八番街でしょガードストークに勝った後ですけど、実は爆弾が爆発しても、了解っす。そんなに爆破しなくて、シンラですよね。シンラが、自ら破壊工作をして爆破させてるんですけれども、それによって結構、この、8番街、1番街と8番街の間に一番魔航路があるので、8番街が結構大きな被害を被ってんじゃないかと。こんな大きな爆破の予定じゃないと言ってるんですけれども、実際こういう裏道ですよね。裏道もこんな風にもう瓦礫がすごくて、はい。腹まで揺れたっす。こんな大きな壁ですかね。石というか壁落ちてきちゃうんですけど、こんなことになるのはね、ジェシーもちょっと言ってましたけど、魔航路にこの、火薬的な要素があるんじゃないかとちょっと推察しているということですよね。こういうとこアイテムあるんですけど、僕ちょっともう、あそこの入ってるのポーションとかそういう、このハードなんで使えないアイテムになっちゃうんで、もうちょっと取らないでいきますけど、爆弾仕掛けるから離れて。最初の時はもうこういうとこも全部ぐる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 やりますね。マリン。待ってろよ、シャワー。セット完了。爆発。あれですよね。このジェシーたちが作れそうな爆弾って、この延長線上ぐらいですよね。どう考えても。それがセキュリティのしっかりしてそうな、何か有事の際の対策もしっかりしてそうな、ああいう魔航路発電施設がね、一つであんなに爆発しちゃうって確かに考えられないですよね。で、今、はい、8番街の表に出てきたんですけども、ちょっと、こんな風にもうあれですよね、戦争の爆撃があったんじゃないかというような、ちょっとぐらい悲劇があって、1番街および8番街は警戒区域に指定されました。この辺りは建物の倒壊の恐れがあり、瓦礫やガラスが落下する危険があります。8番街に予想以上。こりゃいくらなんでもやりすぎっすね。今さら何ああ、その通り。俺たちはこの先ももっともっと魔航路をぶっ壊す。星の今の発命を言救うためにな。でわかると思うんですけど、このアバランチね、4人、特にジェシー、ビックス、ウェッジは、まだ始まったばかりっす。遊びじゃないんでしょうけど、自分たちがやってることというのがちょっとイメージできてなかったんでしょうね。
そのために実際必要なクラウド、犠牲クラウドは払うソルジャーということで戦争とかも言ってるので、星だけじゃねえ。当然もっとひどいところとかも見てると見てるという話なんですけども、全部俺がそういう人からしたら、いやいややろうとしてることにしたら覚悟は足らないんじゃないかと。でそれで今更何よってこと悩み事。それから報酬もまとめて俺に追っかぶせろ。でリーダーどうするよ。計画通りだ。全力で逃げる。ここら辺なんかバレットっぽいですよね。大物なのか小物なのかわからないという。もう初回の時はね、こういうところもね、またね、戻りたくなっちゃうんですよね。これ何かあるんじゃないかとは言っちゃうんですけど、実際、このファイナルファンタジー7リメイクはそういう戻ってきたりもなくて、ステーションから最終に乗り込む。一旦ばらけて貨物車に集合だ。じゃあ後で。これね、シカとしようとしていくと生かしてくれないんですよね。約束の金はアジトに帰るまで作戦だ。トントン、トントン。これソルジャーならわかるよね。回復マテリアル。なんかジェシーちょっと逆ナンパとかなるそうですよね。助けてもらったお礼。仕事のうちだ。礼はいらない。いいからいいか確から設定上でもクラウドより、ジェシーのがちょっと大人なのかな、2、3歳年上という設定で、やっぱりそこら辺はちょっと大人の女性の余裕というか貫禄がああんりますよね。たがどっちかは知らないけど。しみる。これはもらっておく。使い方は知ってるよね。俺を何だと思ってる。倒れる前にちゃんと使ってね。それからこっちは新入りくんの度胸をたたえてスリル満点のご褒美。じゃあ貨物車で。スリル満点のご褒美って実際確か最初のプレイだともらえるんですけど、何だったんでしょうね、もう覚えてないんですけど、ちょっとドキドキしちゃいますよね。はい、これが8番街です。もうね、至るところでこの火が出てて、この信号とかもですよね、もう、爆破だけでこんななっちゃうのかとも思うんですけど、このクラウドが逃げようとする先がもうね、結構もう倒壊もしてるんですよね。グラドこっち。ジェシーが呼んでる。上を見て。上もうちょい左かな。どこ最初ね、これ全然わかんなかったですね。上だってば。こどこ崩こいたれやすいから気をつけて。登るのはそこの階段からね。これね、大きいテレビで近くで見てればいいんでしょうけど、結構この離れてるとね、わからないんですよね、ジェシーが手打ってるとか。これもすごいですよね、もうこんな火事になっちゃってて、でここ倒壊具合とかも、ここのマコールからどれぐらい近いのかわかんないですけど、結構な被害ですよね、これ。もう瓦礫は落ちてこないから。負傷者1名、自力での歩行困難。担架を頼む。あまり待てない。病院に連れて行きます。もう少し頑張って。でこの街並み出てから今のように、逃げてますね。こうやって街の人のもう生活というか生活ですよね。その生きてる姿がリアルに描かれていて、で会話とかもそばにいると聞けるんですけど、結構やっぱり生々しいですよね。はい。でここも最初これ騙されますよね。よしこっちだって行こうとすると、おおこれで近くに行くと大丈夫かよ。大丈夫かよって言ってくれるんですよね。倒れてる医者に連れて行くから、
もう少し頑張って。7番街からの応援がそろそろ来るはずだ。そうすれば。ああ、頼む。こうやって全部聞いていけるんですけど、中にはすごい重要なことを言ってる人もいて、結構全部回るだけで聞けてない人もいたりするので、何回もプレイしてるときにそれで、あ、この人こんなこと言ってるんだとか、なかなかね、苦戦と言いますか、先につながるようなこと言ってるんですよね。危ない。なんで。これちょっとクラウドの記憶が、まあジェノバ細胞がクラウドの記憶の中にこう探ってるんでしょうけど、もういきなり、はい、出ました。もう敵キャラランキングとしても常に上位に入るという有名なセフィロスですよね。もうセフィロスは実はここで姿を現すという。こんなにはっきりセフィロスの姿というのは原作ではなかったらしいですよね。名前は出てたみたいですけど、はい。当然なので、クラウドは、まあ当然と言いますか、クラウドは、まあこの後言うんですけど、いるはずのない存在なので、で、ここ記憶が盗作しているということで、あれですよね。クラウド、これ本来ここに木の家があるんですけど、ここら辺は本来はビル街といいますか、マンションというかコンクリートのこういう家なので、こんな木の家はないんですよね。これ、クラウドの記憶が盗作していて、クラウドの生まれ故郷、ニブルヘイムの事変というのがありまして、まあ、本編で、リメイクなんで知ってる方ほとんどだと思うんですけど、これセフィロスがやったんですよね。セフィロスが、まあ、半ば暴走してしまい、クラウドの生まれ故郷ニブルヘイムを火を放つという、もうまさしく傍聴をして、その時の記憶が火を見てちょっとトラウマ的に思い出してしまっているということなんですけど、まあ、その中にこのセフィロスの姿も見つけて、ちょっと、まあ、現実と記憶がこの交錯しながら後ろを追いかけるというシーンですね。はい。こんなにも燃えちゃってるという、はい。待てこれね、近づこうとするとね、止まっちゃうんですよね。走ればいいのに。待て。ありえない。あんたは死んだ。ほう。俺がこの手で。もちろん覚えているとも。我々の大切な思い出だからな。さてクラウド、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず静かにゆっくりと私たちの星が消えてしまうのだ。クラウド。母さん。星が死ねばこの艶やかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。この息子だけは助けてくクラウれとドが今こ泣きついたの盗作してるということをセフィロス分かってるんですよね。切り捨てた時の感触さえ消えてしまう。でセフィロスも原作の時もあったんですけど、私セフィロス、俺セフィロスというのが
あったとなってて、ここは今私セピロスなんですね。我々をつなぐで絆の私セピロ喪失スはは暴走私後自身の死よりをも私と言ってる耐え難い一人称ですね。言なあってるらしく、クラウだからこのセピロスはも何うすでに暴走していると。簡単なことだ。はい。クラウド走るんだ。逃げてなかなか生き延びてここだけだと何言ってるかわからないんですけど、いいぞ、それでいい。私を忘れるな。ほらやっぱり私なんですよね。私セピロス。幻覚が魔法に近づきすぎたな。さあ行くぞ。まあこうね、浴びすぎるとちょっとこの幻覚症状といいますか、多分いわゆるドラッグやってるような状況になってしまうのがあるようで、この頃のクラウドはまだちょっとカッコつけシーンなので、今みたいな髪を上げる素振りもありつつ、で実は今のシーンも原作ではなかったようで、特にこのクラウドがセピロスを、倒したと。あんたは俺がと言ってるんですけど、それは本来この時のでは覚えてなくて、で、後ほどかなり後の方で、いろいろ記憶を本当に思い出す時とか、いろいろあるはずなんですけど、その時に気づくと。で、しかも、ちゃんと倒してるのは、これの後日談になるアドベント・チルドレンですとか、そこら辺なので、なぜそれをこの時点のクラウドが覚えているのかと。これももうこの時点で、もう今第2章、実際プレイしてれば1時間かかってないぐらいなんですけど、原作とは違う展開になっていると。はい。では、さあ行くぞというので行きましょう。こっちは火は出てないですけど、結構この先ですよね、結構な崩落が起きてまして、はい。こっちは無理だな。はい、もう行けないんですよね、もう。高速道路でしょうね、これももう完全に崩落していて、このコメントをみんな結構してるんですよね。そこの路地を戻れば駅に抜けられるんだけど、ちょっと危険なんだよね。絶対に戻るべきよ。こうやってちゃんと教えてくれたりする駅にんですね。行きたいの？そこの路地を抜けた先の建物の屋上を通り抜ければいいわ。こういうのないとね、簡単ちょっに言うなよと正直結構自由に動けるのはいいとしてもわからないですよね。これですね、階段を登っていけってことですね。8番街の高速道路およびその高架下からの退避命令が発令されました。速やかに高速道路から離れてください。また魔航路の爆発に伴う大きな揺れの影響で火災が多発しています。市内は危険です。建物の外にここでようやく見えます。はい、予想以上。多分クラウドとしても分かるんでしょうね。あれが単純に今度爆発してここまでなるかと。で、特にシンラは自らああいうね破壊工作をするので、ここまでなったのも実はシンラじゃないかと。多分クラウドはちょっと疑ってる部分があるんじゃないかなと。当然何かを知ってるわけじゃないんですけど、なんかさっきあったなんだというように、なんかちょっとおかしいと多分感じてるんでしょうね。おもちゃ取ってきていい？ダメ、ここにいて。後で取りに帰ってこれるよね？ああ、大丈夫だ。そこの階段を降りりゃ裏通りまで続く通りに出る。はい、
次は裏通り続く階段を降りていきます。このはしご、もうこれ降りちゃうので、これもう戻れないってことですね。はい。高速道路まで。不審者を見逃すな。こっちも手配済みか。いや、行きたい。もうぶっ通していけばいいのにと思うんですけど。近くにいるはずだ。ここで騒ぐといろいろ面倒だ。らしいです。はい、わかりました。いつかこうなると思ってたんだ。で、この後、ここで、もう実はちゃんと分かってるんですけど、いるんですよね。ちゃんともうあそこにいます。あそこにいます。はい。では、行きます。このゲームのメインヒロインの一人、エアリスですね。花を売っている女性、エアリス登場です。はい。お前には誰も守れない。まあね、このクラウドも、自分なんでさえこんなにセフィロスに対してこう、ビビるんだと。いや、まあ、ね、倒したはずの人がいるんで、それはびっくりするでしょうけど、まあ一応勝ってるはずなんで、なんでそんなにビビるのかなとも思うんですよね。花？お礼追い払って助けてくれた。何の話だ？じゃあ出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。これね、回答のパターンが何パターンかあるんですけど、まあ、この結局ね、途中でまたいかだと同じことになるんで、いらないが一応、全部の会話が聞けるという展開になります。いらない。まあまあ、そんなこと言わないで。本物のお花、貴重なんだよ。彼女さんにあげたら、喜ぶこと間違いなし。いくらだ？値段は相手見て決めるの。あなたはただでいいや。これも実はなんかね、原作ではただじゃないらしいんですよね。これも何か変更点があるという。はい。バカにするな。握るでいいか？握る？これ本物のお花だよ。3ギルだそう。全然足りませんけど。それにただでいいって言ってるのに。あ、追い払おうとしてる。しかも5ギルで。そうはいきませんからね。え？花言葉は。しかし、あれですよね。マコーロ発電施設が爆発して、警告しておこ結構この限界態勢という中、のんきに話してますよね。するよ。エアリスもさすが肝う。が据わって脅しにはるというか。屈しない。ああ、怖いお兄さん、脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。マコーロが爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいして。いや、ほんとそう、店じまいして。助けて。はい、出ました。今回のリメイクの一番の変更点、大きな要素という、このお化けというか何でしょうね。まあ名前はもうフィーラーっていうんですけど、これがついに登場しました。これはね、なんか全員に見えるわけじゃなくて、こうやって見えてないのか？はい、やっぱり一回解散。誰か重要な人物しか見えないらしいんですよね。おい、またね。
こ戦闘入るんですけど、クールですよね。胸元に花をしながらそんなにクールに決めてもちょっと絵にならないでしょみたいな。はい、ここでまた戦闘が終わったので、移動にするんですけど、これからねちょっと戦闘続くので、マテリアをもう一回チェックして、で結構ここら辺は信頼兵対人が多いので、このマテリアが有効ですね。でね、まず最初の時なんかもまずエアリスを探しに行きますよね。当然ですよね。どこ行ったんじゃお前って感じで探しに行くんですけど、いないんですよ。どうやって消えたんだろうという感じで、まあね、エアリスちょっと移動手段多分どこでもドア持ってるんだろうなっていうぐらい進出鬼没なので、まあいなくなっちゃったって感じですね。はい、もうここら辺からね、結構信頼兵との戦闘が続いてきます。信頼兵はもうね、これぐらい育ってるとかなりご利用しでいけるので、マシンガンが最初痛いんですけど、マシンガンもね、この頃になるともう初ダメージといいますか、ほとんど痛くないので、はい。異常なし。むしろこの、ガードハウンドですね。ガードハウンドの方が強くて、調子に乗ると結構体力を奪われちゃうので、ちゃんとカウンターを取りつつ、アップするように、はい、攻撃していくと、体力はあまり消費せずプレイになるので、進めていけるかなと。当然の結果だ。この噴水広場はもうね、このストーリーの事実主な戦闘シーンになるぐらい戦闘が多くて、実際この第2章が大きなボス、一応ねボス的な存在はもちろんいるんですけど、第1章のガードスコーピオン、そこまでいかにもボスしてるようなボスがいないので、全体的に第1章が体験版も兼ねていたので、ちょっとこのつかみインパクトのあるストーリー展開、作りだったのに対して、この第2章はちょっと落ち着くと言いますか、操作方法を含めてちょっと慣れてもらうような章になっているかなと思います。すごくね、ストーリー的にも先ほどあったエアリスとの出会いがメイン、そのためにあるような章と思えるんですけど、この配信している動画のサムネイルでも書いてあるように、ここはね、そこがこの章のメイン、もちろんメインの一つなんですけど、意味合いとしてはそれともう一つ、この章の最後の方に結構クラウドに大きな影響を与えているシーンがあるなと、思っています。それはまたそこから、説明できればなとは思っています。ここはね、ひたすらとりあえず、逃げるだけですね。いたぞ、あそこだ。迷っている時間はない。もう何回もやってると、ここね、スタスタ降りられるんですけど、迷ってる暇はないと言われつつも、最初どこ行っていいか分からなくて、かなり迷います。で、この先頭のこのね、シールド持ってる人いますよね、こいつ。これ、結構ね、苦手っていうか、やりづらいですよね。この正面から行くとダメなので、裏に回らないといけなくて、
このアサルトモードだと裏に回りづらいから、あ、ごめんなさい、ブレイズモードですね。アサルトモードの方で攻めるという感じですよね。悪くない。逃がさない。この辺はもうひたすらこの死んだ兵、いろんな種類の死んだ兵がいるんですけど、ひたすらとにかく戦っていくという感じで、もうね、マテリアとか、武器ですね、ウェポンが育っている状態だと、ここら辺は何なんですけど、スピードレインがあって結構楽ですよね、ここら辺は。ターゲット確認。当選する。消えろ。このファイナルファンタジー7リメイクの戦闘はですね、全体的にちょっとこの要素についった方が有利に進められることが多いんですね。格ゲーとかでいうといわゆるマッチ状態になるんですけど、相手の出方を見てから攻めていく基本的にこの死んだ兵雑魚なんですけど、それでもマシンガンとかそういうのが強いので、こちらの攻撃止められちゃうんですよね。なので調子乗ってやると、もうそのマシンガンで止められて、例えば、死んだ兵だと手榴弾とかあるんですけど、ちょっとダメージの大きいので削られてしまうってことが続くと、結構ね、ハードに進めとかだとね、厳しいですね。逃亡犯にすぐ。貴様の位置はこちらで捕捉済みだ。倒産だ。おとなしく投降しろ。沈め。やってやる。実際このブレインモードはね、だからなかなかこの辺の雑魚戦では使わないですね。やってやる。終わりだ。進むぞ。はい、もうこれ第2章、実は結構戦闘としては終盤です。ここでこのムービーが入ってね、この死んだ兵に取り囲まれちゃうんですけど、もうこれがボスの出てくる最終戦になります、第2章の。なので本当にこの第2章は一番あれですよね、第1章のガードスコーピオンが、ボス相手の基本的に立ち回りを覚えるのに対して、この第2章のこの辺はこういう乱闘系、ここら辺を覚えるということをやる的な意味合いになるそうだと思います。終わりだ。このもう制圧兵という名前つけるんですけど、兵が持って強いんですよね。で、片方が終わるともう片方なんですけど、こっちにはね、一応この第2章のボス扱い的な部隊長ゴンガっていうのがいまして、この人ね、実は死んだ兵の英雄なんですよね。これが選別だ。ソルジャーみたいに肉体強化をされてないのに、もう劣勢の勇者らしくて、端まで食らいつけ。戦闘はとにかく裏を取ることになってますね。はい。で、さっきからね、破断鋼、ちょっと飛び道具的な技がクラウドもあるんですけど、それで、削りつつ、とにかくこのコンガを一人にするんですよね。結構囲まれると厳しいんで、こいつの持ってるシールタックルっていうのもね、結構ガード不能ぐらい強いので、クラウドをね、ちょっと食らっちゃうんですよ。なんですよね、なかなかね、有効範囲も広くて射程が長いので、結構ね、すぐ食らってしまうという、はい。
まあね、正直ね、魔法を使っちゃえば、この後、超のクリタールので、MP も、なくなることを気にしなくていいんで、全然いいんですけど、なんかね、やっぱりね、こういう英雄さんとは、汚い手を使わないで戦いたくなっちゃいますよね、やっぱし。行くぞ。まあ、僕の戦闘スタイルとしては、基本的にバースト狙いですね。そういう小細工とかを使わないと逆にダメージ食らうことも気にしないんですけど、結構バーストしてそこから一気に爆発力で叩き込んでいくという風にしてます。これね、このクラウドのかっこいいアクションでいるんですけど、まあね、よく皆さんも多くの人が突っ込んでるんですけど、それできんなら最初からやってくれよって言われてますよね。クラウドさん来なかったっすね。そんな顔するな。あいつはきっと無事さ。あの身のこなし見ただろ。ソルジャーここでね、ってのは本来駅で練習をって話だったんですけど、まあちょっとクラウド、ああいう戦闘をしてたので間に合わなくて。ちょっとで、まあここで来るんですけど、なんでお前はここ分かったんだっていう。心配したじゃねえか。このバレットね、これ、もう普段何してやがっなんてたんだ。いうんですかね、この、治安維持部隊が普段うろつい表に見せていたからてる姿と、かき回してやっちょったとね、本当の姿が違うっていうのが分かるシーンでもありますよね。悪態ついときながらも心配してるという頼り。になるだろ。待て。一つ聞きたいことがある。あ、見えない敵を見たことさっきのはあるか。キラーのことですね。ローブを着た霧のようなやつだ。それ見えてるし。突然見える。おそらく接触がきっかけだ。神羅の新兵器？ビビって幻覚でも見たのだろう。もういい。聞く相手を間違えた。車両をこ変えんぞ。の二人ね、バレットとクラウドは、なんとなく、もうこの時点であれですね、腐れんというか悪友じゃないですけど、混んでるっすね。こんな風に悪態つきながら、まあなんか生涯付き合いのある二人になりそうだなっていう雰囲気醸し出しますよ到着までに戦ね。闘車両に7番街駅。この列車は1番魔航路爆破により避難用特別ダイヤで運行しております。ここにはこう貨車内混み合いましてご迷車惑をお貨物かけします。スペースのところにこうやって多分これキセルなんでしょうね。お金払ってないんでしょうね。こういう人たちもいて、まあ実質クラウドもどう見てもお金は払ってないんですけど、目の前でハイウェイ貨物車にも乗ってる人いたんだね。まあ、混乱じゃ仕方ないか。行かしてこれね結構多いです。こうやって行かしてくれないので結構どいてくんないんですよね。これ行かして、文句言われるのみんなけど、あんたら邪魔してんじゃんと思いながら。みんなピリピリっす。そういうことなのね。当然だろう。あ、ごめんなさい、すいませんでした。クラウドさんこんなに高いの？これ、罪の告白なら他でやってくれ。の仕業なの？うわ厳しいっすね。3番街に逃げたかったのに。家は大丈夫かな。ここにちょっと初回プレイだとまず気づかない仕事の邪魔だよグツグツ入ってる人、女の人いるんですけど、このしましまのハイソックス入ってる人、これキリエですね。原作ではいなくて、まあ、コンピレーションシリーズに小説の方かな、おそらく小説だと思うんですけど、出てた、でキリエがここ出てます。はい。名前は出てないんですけど、あんたああいう状況には慣れてる。ほしいな。さっきの駅前とか8番街とか。ソルジャーだからな。俺は足が震えてる。いい加減にしてほしいな。そのうち慣れる。だといいけどな。いや、いいのかな。これもビックスらしいセリフなんですよね。いい加常に考え減にして込んじゃうっていう。ほしいな。
この綺麗ね、この人いい加減にし泥てほしい棒な。さんなので、なんかこう見られてるとやりづらいとずっと文句垂れてるんですよね。クラウド SOS ドキドキが止まらないの。やっぱり8番街の被害が大きすぎる。わけがわからない。気化した魔法が誘爆を起こした。そう言ってなかったか？最初はそう思ったけど、マコーロはそんなこと想定内じゃない？そうなんですよね。普通はね、何かしらこう被害が出ても、その二次被害は広がらないように設計されているものなので、他を疑うそう考えるのは当然で、先に自分のミスを検証しなくちゃ。ね、魔法が火薬的な要素あるにしても、それもクラウド知ってると思うんですよね、本来なら。そうじゃないので、聞いてくれてありがとう。まあ、なんでだろうと、当然クラウドも思ってるんですけど、まあ、クラウドはあんまり本来興味ないねってタイプなんで、そこら辺のことは深く考えてなさそうですよね。迷惑な連中ですね。公表されていないが、犯人は十中八九アバランチだ。昔からうちのプレジデントを付け狙ってた連中ですね。死この死んだ社員だけど、フラムに帰る列車に乗ってる人たちがいるという、またね、これもいろいろ生活感を出す、すごく大事なシーンで、それぞれにやっぱり生活がある以上、この正義があるんですよね。やっぱ働かないと食っていかないといけないっていうのがあるので、それのこの衝突というのもいろんなところで描かれていて、はい。で、まあ一応、バレットもこの時はアバランチというのは、まあどう見てもバレそうなもんなんですけど、バレてないということなので、一応これは単なるお互いの政治的な思考の論争になってるんですけど、悪党の名前はてめえらはよく知ってるよな。でもね、普通に考えて、私らは犯罪という自覚というか、何か大事なことを起こした後に、こういう絡めるっていうのは、まあ、それがバレットらしさなのかもしれないですけど、ちょっと静かにしとけよって思いますよね。死んだ魂。けいっぱいいっぱいじゃねえか。悪いか。いつだって精一杯生きてる。引きましょう。この死んだ課長いいですよね。あたしって言うんですけど、死んだ課長結構いい味出します。この後も何回か出てくるんで、ぜひね、ちょっと注目をしていただければと思います。何も聞こえなかったぜ。まあね、このファイナルファンタジー7の世界観がどうかわかんないですけど、一応バレットね、銃持ってますからね。銃としかもガトリングガン、場合によってはでっかいハンマーだったりしますけど、俺は間違っちゃいねえ。そんなのを持ってる人がまあ中にいたら、そりゃね、それであんなちょっと喧嘩っぽくなってれば、それビビりますよね。ちょっと話そう。新しい仲間にはこれを使って説明するんだ。知ってることばかりだろうけど、儀式だと思って聞いて。何度も言ったはずだ。俺は否定ばかりじゃいい男が台無し。ほいやら見いいこと言う。て、魔法都市ミッドガルのフレームモデル。ね、地上300メートルに持ち上げられたプレートと呼ばれる鋼鉄の大地。その上に整備されたピカピカの都市。マコーロで作る電力が住民たちを無敵の消費モンスターに変えてしまった。まもなく ID スキャニングエリアを通過します。このミッドガルじこれはゃなくてね、列車の運行ルート。結構発音、メインピラーの周囲を今螺旋状回に線路こが走っていて、のミッドガルの発音がは今はちょうっどきり分かったのは中間地点。実は ID スキャニセブンだングエリアはったらしくて、ここにあって、あれアドベ乗ンチ客をチェッルドンでもクするわ出たのかな。け。結生構年月日、そう居住いう許可区分、賞罰。発音だったんだっていうイントネーション私たちのの付け方、ことを何でもそう知っだったんだっててるデータベー結構盛り上がってスで紹介して、ましたね。主に治安維この持にミッドガル役立てる。もすごくハイテクなのか、ちょっとローテクなのか分からないところもあったりして、ID は偽それ造だからは安心して。もちろん地球という価値観で測るわけじゃないので、腕によりをかけたんだから。これファンタジーですよね。不思議な世界観をちょっと出してるという感じ地ですね。上まであと少し。ほっとしない？見ろよ。腐っここです。たピザのせいで僕が言ってたすごく下の人間がど重要んなになシーン、ちょっと聞いてほしいですね。
神羅がどんどん幕を組み上げちまうから、土地は枯れ、空気はよどみ、花も咲かねえ。嫌なら町を出ればいい。ああ、俺はそうやって生きてきた。けっ、自分は強いって自覚があるなら、もうちっと他人の弱さに寄り添ってみねえか。これクラウド結構響いてるんですよね。その証拠がこの後ちょっとまたクラウドつぶやくんですけど、みんなこの列車と同じ敷かれたレールには逆らえないんだ。はい、ここで第2章が終わるんですけど、今のところであったようにね、結構バレットが、いや、力あるって分かってんなら、ちょっとその使い方考えろよって言うんですよね。で、結構ね、その後ちょっと言い訳がましく言ってるようなシーンもあるように、クラウドにはすごく響いていて、それがね、結構自分の持てる力をこの先動かしていく。まあ結構ね、近いシーンが何個もあるんですけど、それによって、クラウドがね、一応原作コンピレーションの中でヒーローになってるんですけど、ヒーローとしてこの目覚めていく、道を歩んでいくという、そのきっかけになったシーンで、もちろんエアリスとかも大事なんですけど、クラウドが、ヒーロークラウドであるゆえんを言ってるのはリメイクではこのバレットだったという、僕的にはすごく重要なシーンだなと思う第2回でした。そして、グッドボタン、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。戦闘の解説や、またね、考察とか、それに関して何かご質問等ございましたら、コメント欄にお願いいたします。ありがとうございました。